うまいっすね。まあラーメンもうまい、正直、大好き。こっちもできてないか。やっぱり餃子が食べたくなっちゃうので。じゃあおすすめのメニューはチャーハンっすね。餃子よりもチャーハンです。儲けとかっていうよりも今日は何本ぐらい仕込みはされるんですか？今日はもう日曜日なんで、もう明日から平日になるんで少なめです。もう多い時だとどのぐらい？今4本入ってこの4本あって、多い時だと3倍ですか。お店は何年になるんですか？先代からだと61年ですか。僕の店は六本木でやってるのでだいぶすげえ、すごいですね。餃子のあんですか？そうです。特徴はまあ調味料とかは一般的なもので、キャベツを結局絞らないでそのままっていうのがこだわりというか、絞っちゃうとどうしても野菜の甘みとかもみんな飛んじゃうんで、で一晩寝かして自然とその水分が落ちるような感じで、他の店とは違うの、ところかなっていう感じですかね。かなりの大きさだと思うんですけど、どうしてこの大きさになったんですか？これはね、もう先代の時から近くに大学のキャンパスとかもあったみたいで、学生さんに野菜をいっぱい食べてもらいたいっていうのがあったみたいで、包むのも大変じゃないですか？でも逆にちっちゃいのは包めないですね。ちっちゃいのというか普通サイズは、先代からこの配合とかも？そうです、同じです。先代から残ってるのはもう餃子のみですね。あとはみんな自分になって変えてしまったんで、時代の流れもあるし、そういうのでやっぱりチャーシューなんかも昔は肩ロースとかもも肉がメインでしたけど、今はね逆に使う人いないですよね。みんなバラになっちゃってるから、やっぱりそういう風潮というか流れというか、
まあ、ずっと先代の頃から仕込みは一緒にやってたんで、もともとの、まあ、ベースはありましたけど、まあ、そこに足したり引いたり、まあ、そんな感じですよね。朝は何時頃からいらっしゃるんですか？朝は6時ぐらいからですね。先に麺の方打って、夜は何時までやられるんですか？一応7時半がラストオーダーですけど、もう最近ほぼほぼ夜できないですね。昼間の段階でみんな出ちゃうんで。出ちゃってっていうのはもう売り切れちゃって。そういうことです。ああ、すごいですね。まあありがたいんですけどね。ただ余分に作ればって言って言われるんですけど、さすがにね、みんな手作り。そうですよね。なかなかそこまでいかないですね。ここのところ、まあテレビとか YouTube の関係とかで TBS とどっかだったのかな、テレビ朝日か、特番みたいな感じで高崎市がなんか住み心地ランキングが全国でいいみたいな、そんなのがあって、なんかそういう特集だったみたいですよ。だいぶ反響が大きくないですか？大きいですね。ただね、こいつが追いつかないですよ。ありがたいですけどね。真ん中をくぼませるのは何か理由があるんですか？水分が早く落ちるようにです。ああ、そうなんですね。はい。ちょっとこの時期だとキャベツ柔らかいんで、時期によってもだいぶだいぶ変わりますよね。やっぱり冬場の方がしっかりしてるキャベツなんで、夏場は本当なりますよね。それはもうあれですか、水分を抜く加減とかで調整そうです。5個入りの9パックじゃなくて、個数で9個でいいってことですか？じゃなくて5個入りを9個、5個入りあ、5個入りを9パックってことですか？9パック。はい。結構こういうお土産の注文も多いですか？そうですね、お土産週末とか、あと平日夕方とか夕飯時になるとお友達ん家だかわからないですけど、お土産にしていただける方も、はいはい。いわゆる2かける3と3かける2。あ、3かける2。あ、違うな。最近だいぶ価格も上がってきてると思うんですけど、材料のまあそうですよね。影響はありますか？
いやもう全て上がってますから。油から何からはい、もうただねやっぱりまあ都会でやってるでしょうから分かるでしょうけど、この田舎でもちろんスペースもあるから、大体業者さんがいついつってなればまあ逆にまとめ買いして置くところはいくらでもあるんでまあ腐らないもの以外は、まあそういうことができるか若干はですけどね、なんか売り値を変えたりとかそういうことはもちろんいろんな意味で値上げしていかないとっては思ってますけど、もう去年の暮れぐらいからもう上がってるものは上がり始めてて、まあ合同業だから分かるでしょうけどね、油なんか変な話もう倍ですからね。ただこの辺まだまだね業者さんが結構多分都会で仕入れするよりはこっちの方が若干は安いとは思いますけどね、でもやっぱり切実ですよね、そういう意味では。だいぶ値段も安いじゃないですか。まあこの辺見てもらって分かるように田舎もあるし、ね、この町内でも店舗借りてやってるとこってあんましいないんですよ。みんな自分家なんで、それと例えば高崎の街中とか、あっちの前橋の方とか行けば話は違うんでしょうけど、あと街中に比べればこっちの方が人件費も若干はまあ都内と比べればね全然違うでしょうけど、そういうのもあるし、まあでも町内のお店もみんな順番というか順々に他んち見ながら値段上げてきてますよね。そうですよね。まあそれが現実なのかなってね、やっぱり経営指導員の人なんかもいて話するんだけど、できねえかって言われて、いやできます、じゃあ我慢しろだってそれがお前一番お客さんに対していいことだろって言われれば、まあ今まで我慢してくれてた業者さんももうさすがに無理ですよっていうのがポーンとこうバタバタ、ただねやっぱり秋口が最終段階の上げるところだって周りの豊南市なんかも言うから、その時がどのぐらいになるのかなって、粉類から油類から9月頃にもう1回上がりますからねってもう前倒して恐ろしいですね言われてるんでね、やっぱりそういう意味では考えないといけないのかなっていうのが、ただできるうちはやりたいなと思ってますけど、ここではできない仕事の仕方ができれば他んちと差別ができるのかなと。例えば薄利多売だとかそういうことってやっぱり都会のお店のやり方になってくるじゃないですか。人口も違いますし、だからそれがこの吉野田舎でできたらいいのかなって。だから高崎前橋に出ていくんではなくて、向こうのお客さんはこっちに努力をしていけば、結局儲けの幅は薄くても、そんだけ体も使いますけど、それだけね人が来てくれれば、それでいければいいのかなってすれば、やっぱりお客さん的にも一番いいんだろうし。ただどうしてもねこの辺人口少ないですから、やっぱりねよそから来ていただかないとっていう意味でやると、やっぱり街中のやり方と同じやり方してると、それはねわざわざここまで来る意味もなくなっちゃうし、だからどっかで差別化していかないとっていうのはありますけど、ただそれがいつまでできるかどうかっていうのはまた別問題ですよね。はい、ここでじゃあ50円100円上がったとしたって変わらないと思うけどねって言ってくれるお客さんもいますけど、確かにいますけど、やっぱり週末なんかはどうしても町外県外の方も見えてくれるのはありますけど、基本的にここのね場所が観光地でも商業施設でも何でもないとこなんで、基本リピーターのお客さんがほぼほぼなんで、って考えるとやっぱり昼のランチで週に2回3回来てくれる人たちのことを考えれば、やっぱりねうちなんかは基本外食ほぼしない中で、毎日外食の人はやっぱりお金もかけられる中でいろいろそこは出るじゃないですか。だからそういうお客さんたちとやってるっていうこと、一商売をやってるってなると、やっぱりだから我慢できるうちは我慢なんだなって。
いらっしゃるの知りまして。すいません。何グラムぐらい入ってるとかある130ですね。 130、はい、普通の餃子大体20グラムぐらいなんで。そうですよね、2、30ですよね。まあでもね、さっきの話じゃないですけど、やっぱり大きいって言ってもやっぱり餃子は餃子なんで、そんなに値段も変えられますよね。どこまで行ってもね、餃子は餃子だから。まあ嫁と母親と、基本うちの人間は甥っ子も姪っ子もみんな餃子詰めるんで。すごいですね。あと皮はもう専属で皮だけ伸ばしてくる子がいるんで、もうその子が変な話1週間分もう毎日毎日、その子が皮伸ばすっていう意味では誰よりも早くやってくれるんでありがたいですけどね。ちょっとその方がじゃあいないと困っちゃいますね。いやーね、だからやっぱりみんな風邪ひいたりもするし、やっぱ休まられると痛いですよね。誰かがその穴埋めしなきゃなんで。結構苦労もされたんじゃないですか。まあどこにでもある話で、先代から変わるときはいろいろ言われたし、いろいろありましたけど、まあ餃子に関しても結構いろいろありましたけど、結局先代の時から仕込みは自分が全部してたんで、そういう意味ではでもそういうふうに言われるもんなんだな。でも逆に今思えば、いくらね親子とはいえそれにレシピがあるわけじゃないんで、高校辞めて16からですから、最初にこのネタを作る先代が調味料の配合をして、で生のまんま食べろと。じゃないと味がわからんからって死なないから大丈夫だってで、自分で覚えて自分のこの味でってしっかり覚えて、今になって思えば、いくら親子でも所詮違う人間ですから、同じものを作れるわけがないと。だからどうですかね、今やれてるからなんとかかんとかやれてるんで、やっと先代とスタート地点に立ったのかなと。まだ越すこともないし越したとも思わないし同じ土俵で働けてるんだなっていう感じですかね。一番こだわってるところとか。一番はやっぱりお客さんに喜んでもらうっていうことを、まあご同居だから分かるように、基本今まずいもん出すとこないじゃないですか。そうですね。基本はそうですね。はい、だからそうに考えると、じゃあ何が喜んでもらえるのかって言ったら、自分の発想だと量が多くて安い、結局だからあれですよね、お店側が損することがいろんな意味でお客さんにプラスなんだなというのを考えた時に、まあさっきの話でね、値段とかも上げずにやれるんならやれっていう人もいるんで、そういう意味ではやっぱりそれが一番ベストなのかなって、自分はどっちかっていうと古い方の考えでやってるんで、自分が動いてなんぼだっていうのがあるんで。チャーハンの大盛りを2パック12時半です。12時半でお名前は証券です。もしもし。はい。11時半にチャーハンが1つと餃子3、2杯。
開店前からやっぱ並ばれるんですか？最近その傾向にすごいですよね。一回食べたら、いやっぱり子供がね、ここのはね、野菜だけでうまいっつうんですよ。渋川から来たんだけど、さっき10個頼んだんですけど、はい頼まれるので、要するに友達にね、買ってきてくれと。うまいっすね。まあラーメンもうまい、正直、大好き。年に3、4回来られてる、もう一番の理由っていうのは？やっぱジャンプ餃子。あ、そうですか。バイクでいらっしゃって大体何分ぐらいかかるんですか？自分家からはね、渋川からだったら大体50分ぐらいかな。横浜のいとこなんかも、わざわざ神奈川から来るんで、一回教えたらもうハマっちゃったみたいな。お土産頼んでた。どんどん入って。ちょっと悪された。入って。はい。あ、出てる。いいよいいよ。はい。あ、ごめんなさい。ではだって2人前待ってるから私からいらっしゃる方。ありがとうございました。読まないで貼り付けちゃうんで。はい、3種類とりあえず昔ながら炙り焼き、ケーターチ20分ぐらい見てもらってよろしいですか？これいきます。昔が1セット、炙り3枚、餃子1人前です。6番です。
猫順番出すよ。夜どこまで行った？お土産でわかんない、まだ入ってないかも。火がお土産のやつに。取ります。取ります。あ、いずれ一人の人だと思います。でもできてないから。ありがとうございました。ケイちゃん、カウンターに麺あげちゃっていいですか？取ります。6番で。まだ。ああ、ブリンコのことや。パンにお願いします。
じゃあご飯を買ってきます。今日は餃子と、あとはチャーシューもうまかったですよ。今日どちらからいらっしゃったん今ですか？日熊谷からです。ここまでどのぐらいかかりますか？ここまで1時間ぐらいですね。もう前からちょっと来てみたいなって、美味しいのでこのまま頑張っていってもらいたいなと思います。あとセットあるんですか？はい。で、これ5番さんのお土産です。もう行ってるんで。これは違うって。それ違うやつ。はい、すみません。あ、ごめんなさい。はい、それなら大丈夫です。はい。そうなんですけど。その混み具合によってお時間が異なるので。はい。こちらでしたら何名様ですか？失礼します。ね、これだけつけて出して。はいはいはい。ちょっと。今日は普通に一番中華そば美味しかったですね。まあ味もいいし回転も早いからね。リュウズも美味しかったですけど、ちょっとで大きかったのでちょっと余ったやつお土産に持ってきたんですけどもうちょっとね食べきれなくてリーズナブルじゃないですかね。普通の中華そば500円ですからね。これからもずっとやって続けてもらいたいですね。ごめんね。すみません。はいはい。中華お先ですね。もこさんごめん、これカウンター入り口側の方に出してもらっていい？はい、
店長これ麺一番ね。普段はね嫁がいるんでこっちやってくれるんだけど、今日はまあ学校休みなんで。ああ、すごいですね。容器のチャーシュー入れちゃっていい？ちょっと待って、開けて。あ、いいよいいよ。入れちゃって。ずっと16の時から突っ走ってきてるんで、ちょっと休みたいな。ああ、そうですか。でもね、ほら、最初に言ったように、向こうから来てるんで、池袋の椎名町ってとこなんですけど、そこにお店があったんで、最初。そこに戻ってもいいのかな、まあ、期間限定とかずっとそこでっていうわけじゃないですけど、こっち来ても45年ぐらい経つんで、戻った時に向こうで通用するのかなっていうのをああ、いや、絶対いいと思いますね。やってみたいですけどね本当だったらね、会ったところまだ住所も覚えてるし、まあ向こうにいる仲間に聞くと、もう多分行っても分かんないよって言われるけど、まあ、一応住所分かるんで、自分がいたところの、まあもちろんその店舗なんてもうないでしょうけど、いつかはね、やっぱり戻って、まあ、単身で行っても何でもやりたいですよね。まあ、そこで通用するかしないかは別として、やるだけやってみたいはありますよね。別にそこ行って、儲けとかっていうよりも、まあ、結局先代もやっぱり、本来だったら向こうでやりたかったっていうのが思いがありながらこっち来てるんで、もうちょっとまだうちも子供も小さいんで、ちょっと落ち着けばそれもいいのかな。今53で60であと7年あれば、まあ報告ぐらいにはなるから、それを思えば1年ぐらいいなくてもいいかなみたいな。今、お子さんは手伝ったりとかはしたいですね。そういうタイプじゃないんで本人はね、やるみたいなことを言う時もあるけど、まあだけどまだまだ中学生ですし、もっと他をいろんなところを見てもらった方が、あっちの方が逆に言ったらうちは最終段階で。今日はちなみに何を買われたんですか？餃子です。太田の方からなんですけど、やっぱり餃子が食べたくなっちゃうので、こっちの方来た時には寄るようにしてます。太田からだとどのぐらいですか？でも1時間以上はかかります。お安くてボリュームがあるので美味しいです。暑い中頑張ってください。前からすいません。ただの醤油ですか？はい。最初に来たのはいつぐらいですか？でも中学生の頃とかですね。いやもう餃子とかもなんか普通のサイズとかと違ってもすごい大きくて美味しいですね。お持ち帰りで餃子とチャーハンも美味しいんですよ。ここじゃあおすすめのメニューはチャーハンですね。餃子よりもチャーハンです結構安いですよ。結構いいところだと思います。ずっと頑張ってください。お願いします。僕が行きます。6番さん、はい。はい。いらっしゃいませ。はい、
ってね。もう一個乗っけても平気。はい、平気。三つ3番なんだ。とりあえず2つでいっちゃおうかないから。はい。 3番で。ははい、陽気ラーメンのお客様が。はい、すいません。メニュー2つ生ですね。ご注意きます。はい、全部のせです。はい、すみません。はい。これネットで。はい。陽気の右で。8人って入れますか？